釣れるかな。 Let me tell you about something wild. メタルエフェクトのステイフォールの 80g。 Check. よしよし。でさかCheck. Fishing game. Wild fog. 道を作るところからスタート。よし、あか痛い。ピキっていった。よし。よし。もうちょい。もうちょいだよ。もうちょいだよ。フィッシングギャングの太一です。今日は磯に来ました。はい、フィッシングギャングワイルドフックになって初めての磯、ロックショアですね。ロックショアの釣りって一括りに言ってもですね、いろんな釣りがあります。ライトジギングだったり、大物は GT、そういう幅広い釣りがある中でどういった釣りがあるのか、そしてどういう装備が必要なのかっていうのを少し簡単に説明していこうかなと思います。はい、まず装備、ウェーディングに似たような感じですけど、まず必須なのはライフジャケット、ベスト、磯なんでできればこのベストタイプ、自動膨張じゃないベストタイプだとこのプロテクターの役割を果たしてくれるので、こっちを推奨します。はい、で次に必要なのが磯靴。これも磯ならではの道具ですね。はい、これはピン、スパイクピンのタイプなんですけど、こういうピンのタイプだとこういうゴツゴツとした岩でこうグリップが効くんで、滑って落ちたりっていうのを防げたり、あとはもうやっぱり頑丈にできてるんで、もう普通の靴で来ると一撃で壊れちゃったりするんで、できればこういう磯靴、ロックショアのブーツ、そういったもので磯に来るようにした方が間違いないかなと思います。こういうゴツゴツじゃなくて藻が張っててツルツル滑るような磯、そういう磯だと滑りやすい岩に特化したような布のような生地のフェルトっていうスパイクもあるんで、それは使い分けで、どっちか片方でしかできないんであればフェルトスパイクの方が、こういう磯でもちょっと消耗早いんですけど、こういうゴツゴツとした磯でも使えるのがフェルトスパイクなんで、一つだけっていうのであればフェルトスパイクをおすすめします。はい、結構この磯でルアー投げてる方って多いんですけど、いざかかった時にランディングツールを持ってないっていう人が結構いて、せっかくかかった中で磯だと降りて取ることもできないんで、ランディングツールっていうのが必須になります。タモ網もしくはギャフ、どちらでもいいので、大型が想定できるポイントだとギャフ、そんなに大型が出ない、今日みたいなもう最初から小型の魚を狙ったようなそういう釣りだと、タモ網のちょっと大きいやつとかそういうのでもいいので、ランディングツールは確実に用意してください。ではまず実調をやってみます。 OK、 まず1投目いきます。ショーライン沿い、岸沿いの駆け上がりから狙っていきます。釣れるかな。ショートキャストっていうか、そんなに強く投げないで。今回はライトジギングでいきます。タックル、まずロッドですね。ロッドがジャクソンのメタルドライブの 1006H ヘビーですね。でリールが SW の6000番、ツインパワーですね。ツインパワー SW6000 番、 B が X ブレード、アップグレード X8 の 2.5 号300入ってます。リーダーも FC アブソーバー16号ですね。リーダーが16号入ってます。フロールです。まずスタートのルアーは
メタルエフェクトのステイフォールの 80g、 これでやっていきます。フックはバイクのハイパーの20、ちょっと長めになってるんですけど、これでフロントの2つ、これだけでまずはやっていこうかなと思います。今日の狙いは、赤人、筋荒ですね。筋荒か、もしくは小さい回遊系、マグロの10キロないのとか、そういったのも狙えるはずなんで、2.5 号で組むにはちょっと竿が硬いんですけど、これはちょっと筋荒を意識したセッティングで、硬い竿であればリールが負けない時にでも竿で無理やり煽ってポンピングできるんで、竿に少し余裕を持たせたセッティングになってます。足元についてたりしないかな。これから投げてみる。地形変化がわからない磯で足元のブレークライン駆け上がりって間違いなく目立つストラクチャーなんで、丁寧にやっていくのがマストだと思います。シャローなんでそんなに沈めないでいきます。風強くなってくるね。疲れた。暑いよ。よいしょ。うねりと潮で思ったよりもルアーが浮かされてるんで、何回もそこ取り直します。根がかりの熱が上がるけど、だいたい5メーター以上上がってるんで、結構上がってます。なんかどうせだったら根魚でもいいけど回遊系なんか釣りたいな。カツオでもカスミでもマグロでもいいし、何でもウェルカム。ジグチェーン、重たいジグでぶっ飛ばして沖の根を打つテンポ。いけー、重い。おっしゃー。正解かこれが。なんだ、やっぱ沈めきれてなかったんだ。沈めきれた途端に、なんだこの小さいの。よいしょ。お、貝割り。フランジ120に変えて10秒ぐらいでそこつくけど、やった。よしマウス貝割り、ありがとう。さあもう一個。なんでもいいぞ。貝割りのでかいのがいいな。磯に来たらよく見る魚っすね。貝割り系。磯のジギングではもう定番というか。よし。はい、ジギング、ショアジギングですね。基本のアクションはリフト&ホール、しゃくり上げて落としてっていうのを繰り返すアクションです。一番ポピュラーなのはこうリール1回転に対して1回しゃくる、1回転に対して1回しゃくるっていうワンピッチジャック。これを何回も繰り返してジグを水中で上下させて魚を誘う。それが一番オーソドックスなショアジギングです。で、一方で沖縄で対応されるアクション、それが、スキッピングです。投げてバーッと早巻きして水面をピチャピチャピチャっと逃げる魚を演出する。そのスキッピングだと目のいい回遊魚だったりとかシイラだったりっていうような好奇心が強いターゲットを水面で誘い出してすることができるんで、沖縄のショアジギングではどちらかというとこのスキッピングのショアジギングがメインになるかなと思います。
よし。ちょっといいぞ。うわ、マジか。ちょっとどころじゃないくらいいいじゃん、これ。よし。なんか海遊系っぽい。あ、違うか。なんだ。よし。浮かせろ。赤字だ。ちょっかフライ。2匹かかってんこれ。2匹かかりだ。なんだよ、それは重たいよ。ちょっとおかしいと思ったらそういうことか。次の波で。次の波が来ない。オッケー。オッケー。せーの。うわっしゃ。うわ、でかい。ダブルヒット。おじさんと赤字。120g のジグに食ってきたぜ。いや合計3キロオーバーぐらい。もうちょいあるかな。赤字です。これが沖縄のライトショアジギング。沖縄の三大高級魚ですね。疲れた。ここまで来た回やったな。ごめんおじさん、すぐ逃がすわ。先逃がそっかお前。いい感じ。フランジ。めったに狙わないけど狙ったらめっちゃ面白い魚。2匹かかってもちゃんと貫けてたんで、パイクやっぱり刺さりいいなと思いますね。パイクハイパー太軸なんですけど疲れためっちゃ歩いたし、本当は昨日取れればよかったんですけどね。この解説中に取れればよかったんですけど、まあそう簡単に釣れるわけもなく、次の日2日目でようやく釣れました。赤字。まあまあいいサイズです。 120g 扱うにはちょっと浅すぎるぐらいの水深なんですけど、うねりがすごくて全然ジグを安定させられなくて、ジグが勝手に浮いたりっていうのがめんどくさかったんで、もう重たくしてドスンと落としたら連発。さあ満足。帰りましょう。ありがとうございます。一方で、GT とか大型の魚を狙う時の、今までだとトップウォーター、ダイビングペンシルとかポッパー、そういうのが主流だったんですが、現在もう GT とかそういう大型のゲームも進化してきていて、大型のミノーとか大型のヘビーシンキングペンシル、 S 字系のスイミングベイトみたいな、そういったちょっと変わったようなルアーもいっぱい出てきていて、ショアからだと1匹に出会える確率っていうのが低いんで、積極的にこのシンキングのルアーも取り入れて釣りをしていくっていうのが大事かなと思います。実際にこのシンキングのミノーで釣ってきた映像があります。そちらもご覧ください。全然違う視点に変わったぞ。違う。これで魚か。GT。よしよしよし。ここ糸出せない。よし。
違うか。よーし。ああ、霞か。ちっちゃい GT かと思った。よし。ほら。うわ、でっか。やべえ。5キロぐらいあるでしょ。もうちょいあるかな。やべえ、重たかった。やば。GT より嬉しいかも。よいしょ。はい。5.1、5キロオーバーですね。やった。パンパンだよ。餌めっちゃ食ってる。ナイス。ナイス。かっこいい。マジでかっこいい。やば。霞味です。重い。5キロオーバー。ミノのアクションを切り替えた時にドーンと抑え込んでくれました。超かっこいい魚です。本命は GT なんですけど、こっちもショアで釣れたらめちゃくちゃ嬉しいターゲットの一つ、霞足やりました。でかい。はい、お疲れ様でした。ロックショアですね。堤防と違ってそんなに人混みの中でやったりするような釣りではないですし、独力で一人の力で戦っているという感じがスリルもあって面白い反面、やっぱり一番危険を伴う釣りなので、できれば行ったことのない磯にはまず同行者と、行ったことのある同行者をつけてまず行ってみる。それと天気予報は確実に確認するっていうのは徹底して行ってください。その上で磯の釣りっていうのは安全があって成立するので、その上でスリルと迫力があって人生かけれるような面白い釣りなので、ぜひ皆さんもトライしてみてください。ご視聴ありがとうございました。